はい、皆さんお疲れ様です。高原です。今日はですね、独学でも絵が上手くなる方法についてお話ししたいと思います。まずはじめに、どれぐらい上手くなれるのか。このぐらいからこのぐらいにはなれます。これは僕が実際に描いた絵になりますね。こちらの最初の方の絵は、僕が大学生の時に、2013年にですね、描いた絵になります。その4年後ぐらい、5年後ぐらいに、このくらいの絵が描けるようになりましたということで、大体今回ご紹介する方法は、このぐらいからこのぐらいにはなれるような絵の練習方法なんじゃないかなというふうに思っていただければと思います。まず最初に簡単な自己紹介をさせていただければと思います。僕は今フリーランスのコンセプトアーティストという仕事をしていて、コンセプトアーティストっていうのは、映像とかゲームとかでイメージを描いたり設定を描いたりする仕事のことです。ざっくり言うとですけど。で、その中でいろいろ仕事をしていて、最近やった仕事とかだと、夏目友人帳の劇場版の背景を描いていたりとか、あとは、幼女戦記っていうアニメの絵を描いていたりとか、あとは、ソニック系とか、ちょっと言えない仕事がいろいろあるんで、あれですけど、あとはPS4 のゲームとか、そういうのいろいろやって、そういう、プロの絵描きとして一応活動をしているというわけですね。で、目次、今回お話しする内容をご紹介したいと思います。まず最初に具体的な練習方法についてお話しします。その後、このやり方のメリット、なぜこのやり方をやった方がいいのかについてお話ししたいと思います。その後、よくある疑問というか、今回お話しした内容に対して発生し得る疑問について、あらかじめ想定してお答えできればなと思っております。で、最後じゃねえや、モシャとテスさんについてはよく質問が来るので、そちらについてもお話ししたいと思います。あと最後に、このやり方のデメリットについてお話ししたいと思います。という感じでございます。では早速具体的な方法をご紹介したいと思います。まず具体的な流れなんですけど、非常にシンプルなんですよね。まず、描きたい絵を見つける。これが1つ目。2つ目は描き方を真似して自分の絵を描く。これが2つ目。3つ目、完成した絵から次の課題を見つける。で、これを1枚の絵が完成するまで、やりますと。1枚の絵が完成するプロセスの中で、こういうことをやっていきます。で、これが終わったら、また1つ目に戻って、また描きたい絵を見つける。また描き方を真似して自分の絵を描くということを繰り返してくるという流れですね。はい。僕はぶっちゃけこのやり方だけで、プロになったと言っても過言ではないかなと思います。これだけだとちょっとわからないので、具体的にやり方をお話ししたいと思います。まず描きたい絵を見つけるということですね。これは僕がサンプルとして出しているものなので、これは僕が実際に昔描いた絵なんですけど、今回、皆さんがこういう絵を描きたいと仮に思ったとしてください。こういう絵を描いて、描けるようになりたいなというふうに思ったとする。そうすると、まずこういう絵を、ピクシブとか、Twitter でも、アートステーションでも何でもいいんで探してくるということです。で、こんな風に描けたらいいなという風に思う絵を見つけました。次に描き方を真似して自分の絵を描くっていうことです。これは模写するんじゃなくて、同じ人が描いたように自分で新しくオリジナルの絵を描くという意味です。なので、この僕、今回拾ってきたっていうか僕が描いた絵なんですけど、こういう絵が描きたいと思っても、これをそっくりそのまま描いてしまうと自分の作品として成立しないんですね。なので、こういう感じの雰囲気、こういう感じの描き方っていうところだけ真似して、自分のオリジナルの絵として描くっていうのが、ポイントになってきます。ちょうどこの、左側に、今回、例として僕が描いたんですけど、テイストは真似するんですけど、ポーズとかは自分で一から考えたりとかしていくっていうような書き方の流れになります。で、この2番目の注意点なんですけど、わからないことはその場ですぐ調べます。例えばさっきのところで、こういうディズニーっぽいというか、頭の大きなキャラクター、手足と頭が大きいようなキャラクター描きたいと思ったんだけど、ポーズは自分で決める。で、座ってるポーズにしたいと思ったとしますよね。そういう時は座ってる人という風に調べて、その時でできた Google の画像検索とかを見ながら、座ってるポーズってどういうポーズなんだろうっていうのを調べながら、その場で自分の絵に反映させていくっていうことですね。わからないことは調べて絵に反映させる。で、この時も、
写してしまうんじゃなく、写真が出てきた写真とか資料を写してしまうんじゃなくて、その時も、自分の頭に入れて、座ってるってどういう状態がポイントなんだろうとか、自分でポーズ取ったりしてみたりとかして、映さないで描くっていうことがポイントになります。で、こういうプロセスを絵が完成するまで繰り返しやっていきます。さっきのこの状態からもうちょっと進めた状態でポーズを修正したりとかして、あとはもうちょっと描き進めていく。自分が今回目指している絵、右上の最初に設定した、ゴールとして設定した目標とする絵に近づけつつ、ちょっと顔がでかくなりすぎたかなということを思ったら、じゃあ実際の実物の写真はどうなのかっていうことをさっきと同じで Google 検索で調べたりとか、あとは実際の写真も見るんだけど、でも今回は、漫画っぽい絵が描きたい。この見本の絵のような感じで、キャラクターの絵が描きたいんだから、キャラクターの絵も参考にしなきゃいけないよねっていうんで、他の人のキャラクターの絵も一緒に参考にしてみる。で、スニーカーをちょっと描き進めたいなと思ったら、スニーカーでどういう構造をしているのか、描き方はどうすればいいのかっていうことを、ピクシブで描き方、スニーカーとかで調べてみると講座が出てきたりするんで、そういうのを調べながら、なるほど、こういうふうに描くんだということを考えながら描いたりとか、もちろん最初に決めた目標とした人の絵のテイストとか書き方とかも見ながら書いていくというような感じですね。はい。こんな感じで疑問が発生したら逐一その場で調べて、それを反映させようとする。っていうことが大事になってきます。もちろんその場で全て反映させられたら苦労しないんで、できません。できないんですけど、それを調べてやってみるっていうことですね。はい。そういう感じになります。で、このプロセスを経て、最終的に絵を完成させていく必要があります。はい。目標としている絵になるべく近づける。なるべく今回設定したこの人みたいな感じの絵になるように最後まで完成させる。で、完成した絵を見て、最初に設定した、その目標としたゴールのね、絵のイメージと見比べてみてください。そこで、もちろん 99% と 100% 自分の絵の方が下手になると思います。それはそうですよ。僕が宮崎駿と同じような絵を描きたいと思って宮崎駿さんのね、絵を見ながら描いたとしても、やっぱり劣化版になるじゃないですか。そしたら、どういう部分が劣化しているのかっていうことを考えてみるんですね。基本的にはこの3番のプロセスは2番目でやってたこととほとんど同じなんですけど、ただ、やっぱり一番最後、完成してないと発見できないことっていうのがあるんで、書いてる最中は結構部分的なものを見たりしてるんですね。あとはもう夢中になって書いてますから、やっぱり気がつけなかったこととかっていうのがあるんで、最後完成した絵を見て、改めて客観的に自分の絵を目標としている人の最初に設定した絵と比べて、こういうところが下手だなと。例えば、色のグラデーション、ちょっと具体的な話すると、色のグラデーションが広すぎるということに気がついたとする。で、それはなぜかということを考えて、いろんな人の作品とかを見てみて、そしたら、シルエットが曖昧だから、立体感が乏しい絵になっていると。そこをごまかそうとして、なんとかグラデーションでごまかそうとしてるんじゃないかという仮説を立ててみて、そうすると、じゃあ次は立体的な絵とか、結構立体感がある絵だったりとか、結構リアルな絵っていうものを最初のこの目標の絵に設定してみたりすると、またレベルアップできるんじゃないかっていうような感じで、この3番で、出した改善点を次に描きたい絵とか、目標の絵、課題の絵を設定するときに、それを活かしていくっていうような流れになっていきますね。で、この方法のメリットなんですけど、この方法のメリットはズバリ、一枚一枚確実に上手くなれるっていうことですね。はい。要するに自分が行き詰まった問題とか、こういう分かんないところがある。リュックがそのキャラクターの隣に置きたいとなった時に、リュックってどういう構造してるんだろう、どうやって書けばいいんだろうという、分からなくなったことに対してだけ対処していくっていうので、最短でうまくなることができて、あと、確実に一個一個対処していくんで、一つ一つ絶対にうまくなっていけるということなんですよね。要するに、この3番目に、1番、2番、3番を通して、
描き終わっ1枚の絵を完成させると、そこで自分の中にいろんなことが蓄積されていくんですよね。もう初めて例えばイラストを描いたとしたら、なんだろうな、もうさっき言ったようなちょっと実践的な話ばっかりじゃなくて、もうツールの使い方がわからない。保存のボタンってどこにあるんだろうとか、キャンバスの開き方どうすればいいんだろうとか、そういうことから多分調べていくと思うんですよね。わからないことは調べるっていうのは、そういうことも含めて調べるっていうことなんで、そういうツールの使い方を覚えるっていうことだったりとか、そもそもなんか、ね、筋肉の構造がわかんないとか、もう全然根本的にわかんないところに気がついたりもすると思うんですよね。そういうことを自覚しながらこうやっていくことができるんで、すごく早いですということです。とにかく早く上手くなることができます。はい。で、ここから疑問を解消していきたいと思います。疑問1、描きたい絵はどうやって選ぶのかということです。はい。最初に設定した手順、1番、2番、3番の1番のところですね。描きたい絵を選ぶっていうところなんですけど、それはどういうふうに選べばいいのか、リアルな絵じゃないとダメなのか、下手な絵だとダメなのかということです。で、結論から言うと、自分が、ワクワクするような、こういう絵描けたらいいなというワクワク感があるような絵を選んでください。描きたい絵を選んでくださいってことなんですけど、ワクワクじゃなくてもいいです。そのモチベーションがある絵だったらいいです。今回は、本当は可愛いキャラクター描きたいんだけど、今回はどうしてもその立体感っていうものをこう勉強したいから、そのリアルな絵を目標として設定してみようっていうので、一番に結構リアルな絵を設定してもいいから、必ずしも自分が好きな絵とかじゃなくても大丈夫です。例えば僕だったら、僕は、コンセプトアートの仕事を初めてやった時は、会社に入ったんですよね。映像の会社に入ったんですけど、そういう仕事がしたかったから、自分が描きたい絵っていうよりかは、会社で入りやすい絵だったり、仕事がもらいやすい絵っていうものをその最初の目標とする絵に設定して描いてましたね。そういう感じで自分の基準で描きたい絵っていうのを選んでいった方がいいと思います。で、リアルな絵じゃないとダメだとか、下手な絵じゃダメっていうことはないと思います。自分がそれに対してちゃんとモチベーションを持って取り組めるものであれば問題ないです。問題ありません。あと、このやり方、毎回毎回自分が描きたい絵っていうのを毎回設定していくんで、徐々に変わっていくんですよね。最初の方は、うまいと思ってた絵師さんも、自分が上手くなっていくにつれて、他の人の方がいいな。この人、ね、悪い部分も見えてきたりとかっていうので、徐々に変わっていくんですよね。だからその時点で自分が一番描きたいと思う絵を選ぶので大丈夫です。むしろリアルな絵を見ながら描かないとダメだとか、写真見ながら描かないとダメだとか、正確な絵じゃないと、適してない、見本に適してないっていうので、モチベーションがない絵を選んでしまうと、非常に完成させるのが苦痛だったりとか、面白くないっていうので、やめてしまう可能性がめちゃくちゃ高くなります。で、やめてしまうと絵っていうのは、そこで成長が止まってしまうんで、はい。っていうので、その時点で一番描きたい絵を選ぶっていうのが一番いいと思います。次、疑問に毎回絵を完成させた方がいいのか、ってことなんですけど、これは、僕の意見は、極力完成させた方がいいと思います。で、完成っていうのがどこまでなのかっていうことなんですけど、それを明確にするためにも最初に絵っていうのを決めてるんですよね。最初に今回描きたい絵はこれっていうものを決めてるんですよね。で、そこの絵に、その絵のプロセスは少なくとも全部辿るべきだと思います。だから、さっきの絵だったら、デジタルで描いてますよね。僕がさっき出した、女の子のこの絵だとしたら、デジタルで描いてますから、この人が辿ったであろうプロセスは全て辿るようにするのがいいと思います。で、何のツールを使ったとかも調べれば出てくるんで、例えば僕のピクシブに行けば、何のツールが出てたかとか書いてあることって多いですし、質問をすれば答えてくれることも結構あるんで、それは聞いてみたりしてもいいんですよね。道具とかもなるべく合わせたりして書いていくっていうのがいいと思うんですね。なるべく完成させると最後のプロセスまで辿る。で、その完成っていうものが、絵の媒体によって違ったりするんで、今回はラフな絵を描く。ラフだけど勢いのある絵を描きたいっていうので、そういう目標を最初に設定した場合は、そこまでで完成で大丈夫です。
その時最初にそのゴールをどこに設定したかっていうことで、そこまでは必ずたどり着くようにするっていうことですね。それをやっていかないと、自分の中で疑問点っていうのが少なくなっちゃうんですね。発見とか。要はさっきの最終的に描きたい絵がこういう絵なのに、このぐらいのラフな状態で終わりにしてしまうっていうのだと、じゃあ色の塗り方ってどうすればいいんだろうとか、それに伴う構造的に曖昧な部分が、立体とかの曖昧な部分が明らかになってきたりとか、俺絵下手だなという風のに気がつけるタイミングっていうのがすごく減っちゃうんですよね。だから基本的に最後まで、完成させるっていうのがいいと思います。はい。次。模写やデッサンはいつやるのがいいのかということなんです。で、よく模写やデッサンについての疑問が出てくるんですけど、やった方がいいんですかという議論でたびたびネットでも上がると思うんですけど、今回のプロセスの中には模写とデッサンとかそういうプロセスが入ってないですよね。で、僕個人として、結論から言うと、やった方がいいんですよ。だけど、いつやるかっていうのは、自分がやるべきだと思った時にやるのがいいと思います。で、基本的には、最終的にやりたいことっていうのがあるわけじゃないですか。絵に限らずだと思うんですけど、最終的にこういうことがやりたいっていうのであれば、そこにとりあえず直接アプローチしていって、でその都度、今回紹介したように、なんかわかんないことがあったら調べたりとか、問題点が起きたらその都度対処するっていうので、やっていくと一番最短で上手くなっていきますね。ただ、じゃあ、模写やデッサンはいつやった方がいいのかっていうことなんですけど、なんだろうな、どういう時必要になるかっていうことなんですけど、不足するタイミングが出てくるんですね。どうしても今回ご紹介した内容って、もう実践の中で全て覚えていこうっていうやり方なんです。だから最短でうまくなれるはずなんですけど、ただ、どうしてもね、筋肉の構造がわからないとか、もう、すごく初歩的なところでつまずくと思うんですよ。これ最初から、絵の初心者の人が最初からこのプロセスをやろうとすると、そもそもなんか形にならないというか、ポーズを取るタイミングでも、そもそも人体の比率がわからないから、比率から調べていかないといけないだったりとか、あと、最後に書き上がった絵を見るじゃないですか。見て改善ポイントを考えるって言っても、改善点が、どこが悪いのかわからないっていうことがあるんですよね。なんか目指してる絵とは違うし、見本とも違うのわかるんだけど、どこが違うのかわかんないなと。どこが違うかわかんないと、次の改善案を出せないんで、そうするとなかなかその状態で描いていくっていうのはあんま良くないんですよね。そうすると、でもそこでじゃあ、どうやって描いてんだろうっていうので模写してみると、分かったりするんですよね。その人がどうやって描いてるのか。僕が描いているこういう絵も、この絵を見ながら自分のオリジナルで描いてみて、そっくりに描けたらそれは一番いいんですけど、なかなかそうは簡単にいかないんですよね。だから、そこがうまくいかないと、どうにもうまくいかないっていうのが分かった段階で、模写とか、この絵を模写とかしてみたら、割と、こういう風に描けばいいんだっていう気がつけたりとかする可能性がありますよね。だから分からないことが分かったときに模写をするといいと思います。模写とかデッサンをするとき。デッサンに関しても、まず筋肉の構造とか解剖学が分からないっていうことが分かった段階で、石膏のデッサンとかしてみたりとか、なんか実物のね、ヌードのクロッキーとかやってみたりとかするっていうので、自分が分かんないところが明確になってるんで、よりクリティカルに、模写とかデッサンっていうのは効いてくるんですよね。これを一番最初にやるっていうのは僕はあんまりお勧めしません。模写やデッサンを最初にやるっていうのは僕はお勧めしないです。面白くなくなってしまってやめてしまうリスクもあるので、というので、模写やデッサンは自分が必要だと思った段階で、なぜそれをやってるのかっていうのが自分自身で分かっている段階でやった方がいいと思います。はい、最後に、この方法のデメリットなんですよね。はい、今回の放送を聞いてどういうふうに思われたのか、人によって違うと思うんですけど、結構きついかもしれないですね。それがこの方法のデメリットですね。苦痛が伴うというか、なんだろうな。楽しく絵を描くっていう方法じゃないんですよね。上手くなるための方法なんで、でどこが一番苦しいというかデメリットかっていうと、最初に上手い人というか目標の絵を設定するじゃないですか。それをね、見続けながら、
自分のめちゃくちゃ下手な絵を最後まで完成させないといけないっていうことが、結構しんどいと思いますね。うん。で、そう、だから、すごい下手な時期から、もう最後まで描くわけですよ。カラーの絵として描き上げたりとかして、もう、どこから突っ込み入れていいかわかんないような絵が出来上がるんですよね。うん。だからこそ、毎回上手くなれるんですよ。だからこそ、その、悪い部分っていうのがいっぱい見えてくるし、最後まで、その絵を完成させることで、いろんなことが、一枚の絵を描くだけでもいろんなことが分かってくるんですね。そういう下手な絵を描くことで上手くなるっていうやり方なので、とにかくすごく下手な絵を、上手い絵を横目に見ながら描かないといけないっていうのが、まあ結構苦しいとこかなと思います。だから最初に設定する絵は、本当にモチベーションが上がる絵を設定しておかないと、全然もう自分の下手さに耐えきれなくて、途中でやめてしまうっていうことだと思いますね。はい。まあそういうちょっとストイックなやり方になっております。という感じで今日は終わりたいと思います。はい。ここまで聞いてくださってありがとうございました。まあ、一枚一枚絵が上手くなるっていうことが一番大事なんですよね。うん。たくさん描けば上手くなるのかっていうことなんですけど、たくさん描いたとしても、やっぱり一個一個がゼロだと、やっぱり積み上がっていかないんですよね。っていうのがあるんで、一枚一枚こう、どうやったら良くしていくか、どこが悪いのかっていうことを考えながら描いていくっていうのが、今回ご紹介したやり方以外の練習法もいろいろあると思うんですけど、どのやり方にでも共通するのは、それだと思います。うん。ちょっとでも良くするにはどうすればいいかってことを考え続けるってことが、まあ、上達していくために大事なことなんじゃないかなと思っております。という感じで今日は終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。